Oh, hey! チュートリアルの時間です。イントロ。What's up guys? 今日はですね、何を説明するかっていうと、ポートレートレンズの選び方、自分なりのなんですけど、で自分がポートレートを撮るときにどういうところに注意して自分がレンズを選んでるかっていうのを、皆さんにねちょっとお話ししていけたらなと思います。で本編に移る前にちょっとねこれ押してほしいんですよ。あとこの右、多分携帯だったら右下ぐらいに赤いところがあって、そこを押すとちょっと白くなるんで、それやってもらえたらめっちゃ助かります。じゃあとりあえず本編行くんですけど、でレンズってマジで星の数ほどあるじゃないですか。だから結局どのレンズが一番ポートレートに合ってんのっていうので結構ね迷ってる方が多いと思うんですよ。俺もねその一部だったんで、すごい気持ちはわかるんですけど、でしかも俺もカメラ始めたての頃はね何を撮りたいかも特に決まってなかったんで、とりあえずこのカメラ安いじゃんと思って買ったカメラがあるんですけど、いざ届いてみたらレンズが入ってなくて、でとりあえずレンズを買うしかないってなって、Amazon 見たんですけど、もうめっちゃあるから、何この 100mm ってどういうあれなのみたいなだってどの距離なのそれみたいな、 100mm って何みたいな、逆に16ってそれどんなやつなのみたいになっちゃって、一回ねもうすごいカメラをやめようか悩んだ時期があったんですけど、でもこれからねポートレート始めようとか、あとこれからカメラ始めようと思ってる方にはもうそうなってほしくないわけですよ。だからちょっとこのね、短いカメラ人生ですけど、自分が知っている知識をね皆さんにねシェアできたらなと思って、この動画を作ろうと思いました。で写真を撮るときにね自分が踏む4つのステップがあるんですよ。4つのステップ。それがまず考える。で次にプランする。でその後に写真を撮ってでエディットするっていうこの手順があるわけですよ。自分はで考えるって何っていうと、例えばもう自分がどんなスタイルの写真にしたいのかとか、ポートレートだったらどんなモデルさんにどんなポーズをしてほしいのかとかを考えるわけです。でプランをする。例えば小物使うんだったらどういう小物を準備しなきゃいけない、こういうフェアリーライトみたいな小物を使うのか、それとも三脚使うのかとかをプランして実際に写真撮ってエディットして自分のね想像通りの写真をできるように編集をするっていうのがこの写真撮る時の流れなんですけども、でポートレート撮る時も自分は全く同じステップを踏むんですよ。でストリートとかあと大自然ネイチャー系とかポートレート撮る時も必ず全部このステップを踏んでいくんですけど、特にポートレート撮る時にモデルさんのポージングとかもそうなんですけど、一番自分が考えるのが背景を自分はどうしたいのかっていうのを自分は考えるんですね。で背景をどうしたいかって何っていうと、この写真を見てほしいんですけど、この写真は結構モデルさんもはっきりしてるんですけど、背景がどういう場所なのかっていうのが結構分かりやすいと思うんですよ。なんでお寺なんだろうなとか、かっけえなとか、ドラゴンいるわみたいな感じのが分かると思うんですよ。逆にこっちを見てほしいんですね。こっちはモデルさんが超くっきりしてるけど、これがどこかっていうのは服装見れば大体分かると思うんですけど、どこかっていうのはちょっと分かりにくいと思うんですよ。もうなんてかっていうともうボケちゃってるし、情報量がかなり少なくなってる。でこれのどっちを撮りたいかによって自分が選ばなきゃいけないレンズが変わってくるわけですよ。レンズを見る上で注目するポイントがまずミリ数ですよね。でもう一個が F 値で、 F 値については今度別の動画でシャッタースピード、 F 値、ISO 値、この三角関係についての動画を作る予定なので、これ見ていただけたらねかなり深く話す予定なのでいいと思うんですけどF 値について軽く説明すると、F 値の数字がちっちゃければちっちゃいほどボケる。例えば F1.4 とか F2.8 とか F 値がボケればF 値が少なければ少ないほどボケるんですよ。で逆に F 値の数字が高ければ高いほど F10 なんたらとかになればなるほどボケが弱くなる。とりあえず今日はこの、情報だけ覚えておいてもらえればもうガンガンついていけると思います。で今回はそのレンズのミリ数がなんで重要なのかっていう話をしたいんですよ。もうポートレートも含めてですけど、もう写真全体でね。でレンズっていうのは 35mm を大体基準に
例えば 35mm 下の数字に行くと、例えば 16mm とかですね、 16mm とか行くとどんどん広角になっていくんですよ。で逆に35から上の数字50、100とかになってくるとどんどんズームになるわけですよ。でこの写真を見てほしいんですけど、これがまず 16mm で撮った写真で、これが 200mm で撮った写真。大きな違いがあると思うんですよ。もちろんね、ボケ感とかもそうなんですけど、何より大きな違いがあると思うんですよ。まずそれをシンキングタイムします。シンキングタイムスタート。30分っていうのは嘘なんですけど、答え合わせをすると背景の情報量の差だと思うんですよ。例えばこっちの 16mm の方はさっき言ったみたいにどこで撮ったか分かりやすいじゃないですか。結構これはこういうところで撮ったんだろうなっていう予想とか、あと背景込みでなんか1枚の写真で、逆にこっちはもう背景はほぼボケてたり、あと背景がすごい圧縮されてるじゃないですか。でもモデルがくっきりしてる、モデルみたいな感じになってると思うんですけど、これが俗に言う圧縮効果っていうやつなんですよ。圧縮効果って何って軽く説明すると、ズームレンズになればなるほど何かにフォーカスした時に背景がちっちゃくなるんですよ。逆に 16mm とか広角になればなるほど背景の情報量が増えるんで、もっと多くのものを入れることができるんですね。じゃあこの圧縮効果ってどう使えばめっちゃかっこよくなるのっていう話なんですけど、じゃあまずこの写真を見てほしいんですけど、この写真の富士山かなり大きく写ってないですか？これが圧縮効果を使った写真の一例なんですけど、皆さんこういう経験あると思うんですけど、自分の目ではかなり大きく写ってるもの、富士山とかでもスカイツリーとかでも何でもいいんですけど、実際に iPhone のカメラで撮るとすごいちっちゃく写っちゃうみたいな。それってなんでかっていうと、 iPhone って割と広角寄りのカメラを搭載してるからなんですよ。だからもっと多くの情報入れちゃうから、背景がすごいちっちゃくなっちゃう。で逆にこっちの富士山の写真は自分はあえてこの、超でかいもうゾンビとか来ても戦えそうなレンズで使って撮ったんです。これがだいたい70から 200mm で撮れるレンズなんですけど、これを使うことによって富士山を撮った時にあえて自分が離れたところから撮るわけですよ。もう本当に距離を取って、そうすると富士山っていう背景が圧縮されるわけですよ。ってなるとかなり富士山が大きくダイナミックに映すことができるっていうテクニックなんですね。じゃあ広角はどうなのって思う方もいると思うんですけど、もうめちゃめちゃ使うんですよ広角も。じゃあどういう時に使うのっていうと、例えばとりあえずこの写真みたいに背景も欲しいし、なおかつモデルさんもはっきり入れたいっていう時に使う場合と、あともう一個超広角使った時にやる自分がよくやるテクニックがあるんですけど、 16mm とかの超広角で使った時にやるのがこういう写真なんですよ。こうやってモデルさんの手とかをあえてカメラのレンズに寄らせて、なんていうんですか、ポージングにダイナミックさを持たせるっていうか、もっとユニークな写真になるんですよ。割とポージング的にちょっとかっこいいじゃないですかそういう写真になるんですよ。だからこういうテクニックも使うのもめちゃめちゃおすすめです。とこんな感じで話してきたんですけど、じゃあ自分的に俺が一番好きなポートレートによく使うレンズっていうのが、今使ってるこの 16-35mm ってやつと、あとこれなんですよ。これを皆さんにおすすめしたいんですけど、これが 50mm っていうやつなんですね。F 値もすごい下がるんで、すごい背景がボケるんですよ。このレンズを使った作例がこちらです。でこれのいいところが何かっていうと、まず見てほしいのが、モデルさんもすごいはっきりしてるしめちゃめちゃボケてるんですけど、だけどこの大体の場所が分かるっていうか背景のボケ感が自分的にはすごい好きなんですよね。あとこの圧縮され具合っていうかがもう自分的にはすごい好きなんで、自分はこの50mm1.4 をおすすめしたいです。だけどこのレンズってちょっと高いんですよ。なんで概要欄の方にマキエサレンズっていうんですか、同じようなやつなんですけど 50mm1.4 とかなんだけど、すごいお求めやすい価格のやつを貼っといたんで、それを実際にチェックしてみるといいかもしれないです。という感じで今日はいろいろ話してきたんですけど、この動画がためになったとか気に入ってくれたりとかして
した方はね、ぜひね、このグッドボタンを押して、で、この右下か、YouTube のパソコンだったら、まあ赤いボタンでチャンネル登録って書いてあるから、そこを押して、で、インスタグラムもフォローしてほしいなっていう。インスタグラムでね、自分のこういろんな作品が載ってるんで、ぜひ見てほしいなっていう話です。まあね、という感じでね、本日はね、この動画はね、ここまでになるんで、まあ、次回の動画でお会いしようと思います。バイ。